デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今日のテーマは黒い影です。夏の日差しだったり、太陽が高い位置にある時で空気の層をあまり通過してこないこの光の強さが強い時に起こるその黒い影を表現して夏の暑さを円の中に落とし込んでみました。80年代のアニメだと結構見た影の色なんですけど、最近はほとんどもう見ないですね。難しいのか、好みの問題なのか、僕はかっこいいなと思うんですけど、有名なとこで言うと小倉弘明さんってパトレーバーとか広角機動隊の美術の監督の方が割とよく使ってたな。普通の現代アニメだとこういう黒い影って使うと NG になっちゃうんで、美術監督はやっぱり監督の指示したものを提供しなきゃいけないんで、なかなかこういう風な影色って使えないんですけど、今回はフリー、自分の好きなようにできる媒体なんで黒い影を使って結構いいっすよね。本当にかっこいいと思いますよ。キャラクターにね黒い影が入っちゃうんで、そういうところが最近のアニメでは使えない要因になるのかなとは思いますけど、タイトルによっては全然ありだと思います。ぜひ何かね刺激になってくれるといいなと。こんなのもいいよねっていう声が出てくれば、またこういう色合いの背景もどんどん増えるんじゃないかなとは個人的には思ってますけど、なかなかオーダーがないとできませんので、もしあれば。現在ですね、狼と香辛料っていうタイトルの美術監督やってるんですけども、だいぶ終盤で、あとそうですね、作業自体は9月の頭中盤ぐらいまではやってるかなっていう感じですけど、その後の仕事が結構空いてるので、もし仕事あるよっていう方、単発の仕事なら全然受けれますので、この規模の会社だとなかなか大きいタイトルのつなぎとつなぎがうまくいかなくてですね、細かい仕事だったらまだ全然受けれますので、ご相談お待ちしております。あと求人も募集してますので、8月いっぱいと思ってましたけど、まだもうちょっと先延ばしにしようかなと思ってますんで、ぜひご興味ある方は、メールアドレス概要欄に貼っときますんで、ホームページからね問い合わせのページしかなくて、システムの関係で求人募集のところの欄があるんですけど、まだそこをうまく運用できてなくて開いてないんですよね。お手数ですけど、会社宛てのメールで、履歴書等々ポートフォリオ等々送っていただければと思います。今がね会社的にはすごく落ち着いてる状態なので、教えるには本当に格好の時期なんですよね。なのでちょっと仕事は少ないですけど、ちょうどいいかなと思って今のタイミングで求人を出しています。来年はちょっと忙しくなりそうなので、ちょっとタイトルも動き始めてしまうっていうか、動き始めるものがありますんで、そこにちょうどね、室内が描けるぐらいの新人さんに育ってればいいなっていうので、今募集をしています。タイトル名は言えませんけど、楽しみなタイトルなので、ぜひちょうどね今入ってもらえるとすごくいいタイミングなんですよ。個人的には忙しいから入れるっていうのは個人的には間違ってるかなと。一番いいタイミングは今暇な時に育てといて、忙しくなった時に実践に投入してスムーズに仕事が進むようにするっていうのが一番僕の思い描く理想な形なんですよ。でその形にするには今が一番いいなっていうので今求人しています。その新人さんにとってもすごくいいので、ぜひおすすめですね。多分雇用形態としては初めは研修扱いで3ヶ月から4、5ヶ月の間に本社員というかねになってもらうっていう感じで育てて教育していくと思います。で賛否あると思いますけど、もういきなりうちの場合は実践に入れちゃいます。でやりながら教えますんで、いきなり書かさられるっていうね、デジタルならではの冒険ができるのもうちの会社の強みじゃないですかね。研修ね結構長い会社もあるので、本当ゼロ研修って感じですね。ライブで教えて、実際にこの前入れた2人も実はいきなり実践に入れてるんですよね。でやりながら直しながら提出していく。絶対手直しすることになるんで、初めはすり合わせていくので、こちらの意図とプロっぽい絵にするために必要な要素みたいなのをどんどん教えていくって感じですね。比較的
かけるとかね、そういう子でもやっぱりこの業種ならではの必要な処理っていうのがありますんで、それをしっかり教えていくって感じですね。もっとね、どんどん人増えてきたら直接教えられなくなってくる。できるだけそれはないようにしたいんですけど、どうなっていくか自分でも今後分かりませんので、今のうちに早めに入ってもらえることをお勧めします。マルチョ商店はね、他の会社はどういう風にしてるか僕は謎です。2社しか知らないんで、草薙とチューリップしか現状は知りませんので、さらに今の現状は全くわからない。僕が知ってるのは5年前だったり20年近く前の話なので、全く当てにならないと思います。なので、うちの会社としては今そういう感じで人材育成にも力を入れていきたいと思ってます。ちょっと絵の話してなかったんで説明したいと思います。等間隔に溝を入れていかなきゃいけないものあるじゃないですか。タイルとかレンガの目地とか、地面の目地もそうなんですけど、意外と写真模写やると改めて気づくことが多いんですけど、このピッチの間隔の狭さに結構毎回驚きます。これ実際大体合ってるんですけど、厳密にやってないからちょっとうまく伝えられないかもしれないですけど、写真見るともう奥の方はもう潰れてるんですよ。で、実際にもうこの絵でも僕もいつも新人さんにも言うんですけど、割と早めに10メートルいかないぐらいでもう結構見えなく霞んでくるというか、その溝自体は絵としてはピント合わせば見えるんですけど、絵の表現としてはもう見せなくていいんじゃないかっていうところに今現在僕の考えは落ち着いているんですけど、追っかければね、写真は写ってるんで目で追っかければ見えちゃうんですよね。ただ抽象的に見ることもやっぱり絵を仕上げる上では大事なので、別に写真を描いてるわけではないので、イメージ印象が合えば、あと抜け感が出るとかね、いろんな描かないことによって得れるメリットもありますんで、メリットはね、本当に空気感だったり距離感がそれで絵としては OK になる。で、質感を落として距離感を優先させるみたいな考え方なんですけど、僕はこれを推奨してて、外の背景描くときにはディテールも大事なんです。質感も大事なんですけど、それよりも距離感を大事にしてくださいっていうのは言ってて、何のことって思うかもしれないですけど、書き込み量ではなくてパースの圧縮具合だったり、色数を制限して書き上げるだったり、その絵の中での距離感の出し方っていろいろな手法があってですね、それをうまいこと選択して絵の中に収めていくっていうのがすごく難しいんですけど大事なんですよ。やっぱり近場のものしか、デッサンとかね、絵画教室とか行ってる方とかもそうだと思うんですけど、周り身近なものから描き始めるじゃないですか。花瓶だったり、自分の右手だったり、石膏像だったり、それって近くのものなので皆さんそこそこできるんですよね。ただそれが距離感を出さなきゃいけないってなると、やっぱりちょっと考え方を変えないと距離感の出し方までいかない、まだそこら辺の感覚が身についていないというか、まだ眠っている状態の人も結構見受けられるっていう感じですね。本当に圧縮だったり色のトーンだったりすごく大事なんですよね。僕は写真見てるんで大体一発で描けてるんですけど、ボード作業とかも最近はね、結構もうそんなに狂いなく下塗りからできるようになってきてはいるんですよね。これは本当にジブリ模写だったり、この YouTube 活動し始めてさらにちょっと成長した部分ではあるかなと。昔からそうやりたくてずっとやってはいたんですけど、だんだん身についてきたなっていう感覚はすごくあります。迷ったり、色で迷ったりもさほどどういうものの色にするかで迷う時もあるんですけど、基本的にはそこまでライティングでもそこまで迷わないし、比較的順調に成長しているなと個人的には思ってます。なので写真模写は定期的に今後もやっていきたいと思います。現場に入っちゃうとね、なかなか作品によっては写真レイアウトがないとかね、今特に異世界ものが多いじゃないですか。なんでなかなか現実世界に戻ってくることができないんですけど、なので時間ある時はちょっとやってみるのは超おすすめ。あと割と省略の仕方がわかるかもしれないですね。写真レイアウトだと絵だとどうしてもね、しっかり描いちゃうだったりとか、一個一個のものにフォーカスしすぎるんで、意外とね、写真ってごちゃっとしててさささっとやればそれっぽく見えるっていう、
なんかこのぐらい抜けるんだっていうのがわかるかもしれないですね。小倉弘明さんのパトレーバーの劇場の美術を見るといいと思います。僕すごい好きで、適度に書いてあるっていうか、なんですかね、抜きの美学みたいのがあるんですよね。結構これ日本人じゃないと難しい概念かもしれないですよね。書かないで省略して書くみたいな。なかなか他の外国人の方々にはそれがいいっていう感覚までいかないのが割と現状だと思うんですけど、日本人って省略してることの美学みたいな、主語抜けたりするじゃないですか、日本人って。でそういうのもあって、そういうの好きなんだろうな。実際僕も好きですし、多分皆さんも共感される方結構いるとは思うんですけど、ガチガチに書き込むのってだんだん飽きてくるんですよね。なんかセンスがそこまで問われない。抜くのって結構センスいると個人的には思ってて、ここの線を省略してもちゃんと説明できているよねとか、なんか感覚的に分かってるのは割と日本人の方多いんじゃないかな。絵見ても水墨画とかもそうですもんね。西洋画とはやっぱりちょっと一線を画すというか、でそういう意味ではアニメーション背景ってもともとは水彩画から来てるので、比較的奥の方は抜いてある。で植物もタッチでバーって埋めるわけではなくて、下塗りで面で捉える部分もあれば、タッチで起こす部分、その両方が共存しているっていう、個人的にはすごい美しいなと思う描き方です。それを真似してデジタルでも応用して、僕はそれを再現したくて描いてます。テレビアニメーションの美術でやっぱりいいなと思うのは、僕は世代になるかもしれないですけど、僕80年生まれなんで、ちょうどその多感な時期をセルアニメだったり手書きの背景のアニメで育ってきてるんで、そこも大きいかもしれないですけどね。ちなみにこの絵で再現してる黒い影なんですけど、これ定山、皆さん定山使ってると思うんですけど、影って定山だと今度こういう風になりませんので、ちょっと注意が必要と。なるんだけど、厳密に言うとなるんですけど、ならない部分も存在してくると。この滲んだ部分とかね、なかなかしっかり自分が狙った色にならないんで、それが通常影のいいところです。あと下の情報をね透けさせちゃうんで、やっぱりこの情報を削ぎ落とすっていう意味では通常影ってものすごくそこら辺は優秀で、実際に写真見ても潰れて見えなかったりする部分あるじゃないですか。で定山だとそれができなくて、下地に反応して暗くしちゃうので、例えば下地が明るかった場合はこの黒が乗らないんですよね。そうなんで、ちょっと難しい、理解しにくいかもしれないんですけど、下地の色と関係なく色でぶっ潰せるっていうのが通常影の本当に素晴らしい部分。ただちょっとデメリットとしてはコントロールが難しいっていうのと、あと調整がしにくい。これが大きな皆さんがあまり使わない理由の一つかなと思います。実際僕もそこまで多用してたわけではないので、そうやっぱり便利なのは定山影なんですけど、色のコントロール、本当にそこにどうしても出ない色が存在してくると、やっぱりもどかしさだったり自分の思い描いたものに近づいていかないんで、だから通常影を使い始めたっていうのが最近の僕の現状です。皆さんもちょっとね少しずつ挑戦してみてもらえると楽しいと思います。ただ本当に調整は効きません。で現場で嫌がられる可能性も非常に高いので、そこら辺も加味して使用してもらえればと思います。あと1個ご連絡、丸町商店で2人求人募集してまして、ホームページ作ったんですけど、問い合わせフォームからご連絡いただいた方ありがとうございました。ちょっと二度手間になっちゃうので、メールアドレスを概要欄に貼っときますんで、そこに履歴書とポートフォリオ等を送っていただければと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。